皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースをまとめていきます。他のチャンネルでは少しずつウクライナ関連の情報が細ってきている現状ですので、このチャンネルの動画で情報の更新に役立ててください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、反政権ナワリヌイ氏の葬儀が行われました。ロシア国内の静かなる政権批判の様子を見てみましょう。2、プーチン大統領に単独インタビューしたタッカー・カールソン氏のインタビュー後の反応。プーチン大統領の侵略理由について聞かれた際、私が聞いた中で最もバカバカしいものだと発言しています。3、欧州諸国、ウクライナへの地上部隊の派遣、その後についての話。4、ロシアの次の侵攻先、モルドバのロシア系住民がロシア本国に対して保護を要請するというニュースが入っています。ロシアにて反政権活動家だったナワリヌイ氏が死亡したことにより葬儀が行われました。葬儀会場の教会の周りには多くの人々が駆けつけました。人々は口々にナワリヌイ氏の名前を叫び、彼の死を悼んでいます。多くの人々がやってきたこと、それ自体を捏造だとする人たちもいますが、現地から上げられている動画には多くの人々が葬儀に駆けつけたことを示すものとなっていて、ロシア国内でこの問題に関心が全くないというような否定は嘘だと言えるでしょう。遺体を墓地へと埋葬するために車が移動します。その車に向かって沿道の人々が花を投げています。遺体が墓地へ埋葬されたという知らせがあったその後においても多くの人々がその場にとどまり、中にはナワリヌイ氏の名前を連呼するだけではなく、プーチン大統領の政権批判を行う人々もいて、ロシア当局が一斉にそれらの人たちを排除し、人々が反政権どもへと駆り立てられないようにと弾圧を強化しています。ナワリヌイ氏が亡くなった後、ロシア国内において反政府活動家の中心となるような人物は今のところこの人だといったような目立った人物はいませんから、国民の不満を受け止めるような器となる場所は全くありません。現在のところそれぞれの人々の中において不満があったとしても、何か発言すればそれをもとにして逮捕されるといったことが法律で決まっていますから、この後ロシア国内における反政権運動が高まるかどうかといえば、実際問題弾圧がより強化されることによってより多くの人々が刑務所に送られる可能性が高まっています。ロシアはますますソ連時代への回帰を目指しているようです。続いてプーチン大統領に対して単独のインタビューを行ったアメリカのタッカー・カールソン氏について見ておきましょう。このチャンネルの動画のコメントでもタッカー・カールソン氏のインタビューについて取り上げてほしいという声がいくつか入っていました。彼はアメリカの陰謀論好きの人物で、トランプ氏とも非常に近しい存在として知られています。彼はプーチン大統領にインタビューすることによってロシアによるウクライナ侵略その真相に迫りたいとしていたわけですが、話されていた内容は突っ込みどころ満載のものとなりました。そしてインタビューが終わった後、タッカー・カールソン氏がプーチン大統領の言うウクライナ侵略のその口実、正当性についてどのように思うか、タッカー・カールソン氏はこのように答えました。動画があるので、まずはそれを流した後で解説しましょう。What do you think of Putin saying that justification for continuing the war is denazification? I thought it was one of the dumbest things I'd ever heard. I didn't even understand what it meant. Denazification? It literally means what it sounds like. You know, I mean, I have a lot of thoughts on this. I hate that whole conversation because it's not real. It's just ad hominem. It's a way of associating someone with an evil regime that doesn't exist anymore. But in point of fact, Nazism, whatever it was, is inseparable from the German nation. It was a nationalist movement in Germany. There were no other Nazis, right? I'm merely saying there isn't a Nazi movement in 2024. It's a way of calling people evil. Okay, Putin doesn't like nationalist Ukrainians. Putin hates nationalism in general, which is interesting. And of course he does. He's got 80 whatever republics, and he's afraid of nationalist movements. He fought a war in Chechnya over this. But calling them Nazis, it's like, I thought it was childish. まず押さえておかなければならないポイントは、タッカー・カールソン氏自身が陰謀論者なのですが、その彼をも呆れさせるようなことをプーチン大統領が言っていることです。そのためタッカー・カールソン氏は、プーチン氏がウクライナは非ナチ化させなければならないという話をしたことに関して、非ナチス化だって一体何を言ってるんだこいつはという反応をしています。
そのため、これまで聞いた話の中で最もバカバカしい話だという感想を述べています。彼がそのように考える理由というのは、そもそもナチスというのはドイツと紐づいたものであり、ウクライナのユダヤ系の血筋を引くゼレンスキー大統領にナチスと呼ぶのは、明らかに間違っているだろうとしています。プーチン大統領は、その他にもインタビュー時に様々な歴史的な解釈の歪みを持っています。例えば、第二次世界大戦当時、ポーランドがドイツとソ連に攻め込まれるといった出来事がありました。これに対してもプーチン大統領は、ポーランドがドイツを挑発したから、ドイツが攻め込まざるを得なかったのだ。そのために、その後、ソ連も攻め込まざるを得なかったという具合にして、ポーランドが非常に悪い国で、それによってドイツとソ連が攻め込むことになった。悪いのはポーランドだといったような話をしています。ウクライナを非ナチス化するんだといったような話をして、ウクライナ侵略を進めているプーチン大統領のわけですが、まさに本物のナチスの侵略に関してこれを擁護するというわけのわからないことを言っていました。これは単純な問題として、ソ連によるポーランド侵略といったものを正当化するために、ポーランドを悪い国だというふうな規定を作らざるを得なかったからでしょう。ちなみにこのタッカー・カールソン氏自身もかなりの情弱として知られる人物で、その一例として挙げられるのが、現在のモスクワにおいてスーパーの棚には全く何の商品もないというような話を聞いていたというのです。これこそまさに情弱の印で、そもそも西側諸国による制裁というものは、ロシアの一般国民を傷つけるようなことに向けられてはいません。食料品がスーパーの棚からなくなるという現象は、ロシアがソ連時代に帰りましたよ。もう多くの人々が日々の暮らしにさえ困るほどの制裁なんだよというような、いわゆる無茶なフェイクニュースによってもたらされたもので、現実のものでは全くありません。そのようなことを真に受けて、モスクワのスーパーで買い物しても食料品がたくさんあるじゃないかと言っているのは情弱の極みというものでしょう。さて、そのような情弱すらもおかしいと思えるような発言をしているプーチン大統領なわけですから、彼の発言そのもののおかしさといったものも際立っているわけです。じゃあなんでタッカー・カールソン氏はプーチン大統領のところにいてインタビューをしたかといえば、その狙いは明らかです。彼自身はトランプ氏と非常に近しい関係ですから、プーチン大統領の口から NATO批判の言葉をいっぱい引き出してトランプ氏の発言を援護射撃したかったという目論見があります。ところがそのような NATO 批判の言葉ではなく、ウクライナは非ナチス化せねばならないというようなおかしな発言だったために、なんてバカバカしい話をするんだという感想へとつながったわけです。なお、プーチン大統領の方にしても、タッカー・カールソン氏のインタビューを受けたその感想として、話をちゃんと分かっていない奴が来て、何だったんだあいつは、みたいな形でタッカー・カールソン氏に対しての不満を述べています。どちらにとっても満足のいかない話だったわけです。続いては、フランスのマクロン大統領がウクライナに対して地上部隊の派遣、これをタブー視してはならない、排除してはならないという話をしたことに関して続報があるので取り上げておきます。この件に関してはプーチン大統領がかなり強い反応を見せました。もしも NATO 諸国の軍隊がロシアと交戦するようなことになれば破滅的な結末をもたらすといったような話をしています。ただこの話かなり勘違いが広がっていて、マクロン大統領が言ったのは各国の判断に基づいてそれぞれの国がウクライナに部隊を派遣することを排除してはならないという話をしているのであって、さあ NATO 全体で部隊を派遣しようというわけではありません。このことはかなり勘違いを生んでいて、そんな無茶なことできるわけないやみたいな話をしている人たちも前提として、あたかも NATO 軍が結成されそれに基づいて部隊が派遣されると勘違いしている人がいます。マクロン大統領が言ったのはあくまでもそれぞれの国がそれぞれで判断してウクライナに部隊を派遣するかどうかについてです。そしてこの点についてもさらに誤解がもう一歩進んでいるのが、ウクライナ軍と一緒になって前線で戦おうという話をしているわけではありません。例えばカナダのトルドー首相はウクライナへの部隊派遣を検討していることを明かしています。では先ほども述べたような前線で戦う話かといえば全くそうではありません。カナダ国内にウクライナ兵を呼んで訓練を行うよりも、ウクライナの土地において順次兵士の
訓練を行おう。そのためにカナダの兵士たちを訓練教官として送ろうかという検討がなされているというのです。これもまた各国の軍隊がウクライナへと入るというような話であって、やはり戦闘行為に加わるというわけではありません。同じくイギリスやアメリカの検討している話としては、各国の要人がウクライナに訪れた際にその警備をウクライナ軍が担うだけではなく、各国の特殊部隊がこれを担うことがあります。これはすでに過去何度かあった出来事ではあるのですが、各国の首脳がキーウを訪問した際に、その後ろにはウクライナ軍の兵士ではない人物が映っていることは何度かありました。それらはあくまでも非公式に展開されている各国の特殊部隊員であって、これまではそうでしょと一応突っ込まれてもそうではありませんよという返しをするのがお決まりでした。フランスのマクロン大統領はそうした現状に対してもうそういったことはやめてもいいんじゃないかなというのを示唆しているわけです。ですからこれからイギリスの首相がキーウ訪問しますよとなった時に、その後ろに映っている人物たちがイギリスの特殊部隊員であることを公開するようなことも変化としてあり得るというわけです。またフランス自身も先ほどのカナダと同様に訓練教官の派遣とともに防空兵器の取り扱いについて訓練や情報支援などを行う際に遠く離れたフランスからではなく、もう現地に要員を派遣するといったことも検討していることが伝えられています。これも先ほども述べたような前線に出て一緒に戦う、そういった形ではない軍隊の派遣です。そして現在のところウクライナとヨーロッパ各国は2国間の安全保障協定というものを締結し、それに基づく長期の軍事支援を表明しています。それらの国の中には複数年どころかもう10年間ずっと軍事支援を約束しますよと表明しているところもあります。これは国内の政治状況の変化によって政権が変わったらウクライナ支援をやめますよといったそういったことが起きないようにもう国家間の約束として支援の枠組みを固定化する試みです。最後にロシアの次の侵攻先として考えられている国モルドバでの動きを紹介しておきましょう。モルドバはウクライナの西側にある小国で人口も少なく軍隊の規模も非常に小さいものです。それでいて憲法では中立を宣言しているために NATO に加盟するという道が現在の憲法体制上ありえません。しかし周りの国から攻められないのであれば別にそれでも問題はないわけですが、ロシアによるウクライナ侵略に伴ってこのモルドバの運命というものがどうなるかはウクライナの戦況にかなり左右されることとなっています。というのもモルドバ国内においてはソ連時代においてロシア系の住民が多く移民してきた地域があります。それは沿ドニエステル地方と呼ばれる地域でモルドバの政府軍と戦った上で現在でも実効支配している地域があり、そこには平和維持を目的として1000名以上のロシア兵も駐屯しています。その沿ドニエステル地方は自称共和国を作り自分たちの実効支配を主張しているわけですが、その議会においてロシア本国に対して保護を要請するといった動きがありました。これはモルドバ政府の圧力を受けているのだからこの弾圧をロシアさんなんとか跳ね抜けて私たちを守ってくださいという話をしているわけです。このやり方というのはウクライナ東部においてドネツク人民共和国などのいわゆるロシアの傀儡独立派といったものを形成し、それをもとにしてロシア系住民がナチス政権に弾圧されているんだからこの弾圧を跳ねのけるために特別軍事作戦を行うんだというような話をしていたプーチン大統領のやり方をそのままモルドバへと転用しかねないような話なわけです。現在のところウクライナの南部戦線はドニプロ川において線が引かれてロシア軍はモルドバまで侵攻できるわけではありません。しかし2022年の本格的な全面侵攻の際に南部戦線においてはドニプロ川を越えてロシア軍は進軍しました。彼らの目指していた先はウクライナ最大の貿易港オデーサです。彼らの進軍がオデーサまで達してモルドバまで軍隊を進めるようなことができたとするならば、ロシア軍は決してそこでとどまりはしなかったでしょう。モルドバまで侵攻し特別軍事作戦の名のもとに国一つを奪ったであろうことは想像できることです。現在行われているウクライナにおける戦闘が私はこれで終わりだとは思ってはいません。プーチン大統領自身がそのことは語っています。ソ連が崩壊した際に多くの国々や地域がソ連から離
離れていった。しかしそれらの存在そのものは本来であればありえないようなもので、この存在を認める気はない。このような話をしているプーチン大統領の歴史観といったものが元になって現在のウクライナ侵略が行われています。彼の考えに基づけばソ連から離れていった国々、ウクライナやモルドバやバルト三国やさらにはそれ以外の東欧の国々においても本来であれば独立国として存在するなどありえないというのがプーチン大統領の考えなわけです。これは彼自身が述べています。だからこそ現在の侵略においてロシア軍の攻勢を撃退するための支援がウクライナに必要だと私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。